どうもクーピーチャンネルです。とうとうこの軽キャンピングカーインディ727初めての車検を受けることになりました。 A2Z2A サービスさんで車検の予約しました。今日は車検の一日をドキュメンタリーでお送りします。初めての車検で気になるのが実際の費用、トータルいくらか公開します。あとは車検の期間ですよね。何日必要なのか、そして自分インディいろいろカスタマイズしてます。こういった DIY やあと断熱のシートですね。リアのサイクルキャリアですね。レカロシートなんですけど、こちら気になるのが座席折りたたんでこの下にエンジンあるんですけど開けられないんですね。大丈夫なのかちょっと不安です。こんな感じで今一番後ろにしていて、この下にエンジンがあるんで点検するために開けようと思うんですけど、ここハンドルがですね干渉して開けられないんですね。この下エンジンです。この状態で整備いけるんでしょうか。この辺も聞いてみたいと思います。いろいろ DIY やカスタムしたので実際に整備してもらって車検合格するのか検証してみたいと思います。それでは整備してもらいやすいようにいらない荷物とか下ろしておきたいと思います。ここの壁なんですけど、こんな感じでパンチングボードですね、突っ張り棒で取り付けて、でここに見せる収納でクッカーとか置いてます。でこのクッカーとかは一旦直します。このパンチングボードはそのまま車検出してみたいと思います。はい、壁の収納はこんな感じで取り外しました。次なんですけど、このソファーの下ですね、ここにもいろいろクッカーとか入れてます。ソファー下は100均で売ってる仕切りで区分けしてます。でここに炊飯器、クッカーですね、これケトルですね、調理器具とか、あとはちょっと長尺ものっていうんですかね、サランラップとか、こういった長いものも区切ってここに収納してます。多分このままでも大丈夫だと思うんですけど、ちょっと整理したいのと掃除したいんで1回出してきれいにしておきます。これインディ買った時にこのソファーの下に入ってたのがこのカセットコンロですね。これとキャンピングカーの外部電源ですね、これをインディに挿して外部から電源を入力します。こちら2つ入ってました。キャンピングカー登録なんでカセットコンロは必ず必要だと思います。購入した時についていたカセットコンロで気になるのがこれ結構でかいんですよね。なんで普段はもう下ろしてました。小さいミニカセットコンロですね。これでもいいんじゃないかなと思います。なので一応2個持っていってこれでもいいか聞いてみます。あとはもうこういった突っ張り棒とベンチレーター、換気扇ですね、これ自作しました。これはもうそのまま持っていっています。でもしダメだったらこれ磁石なんですぐパテ取れますんで現地で取りたいと思います。そしてサイクルキャリアの中には布団とシュラフが入ってます。でこれはめちゃくちゃ軽いんでもうこのままにしておきます。もし邪魔になるようでしたら現地で下ろします。さあそれではこちらで車検を受けに行ってきます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自分で DIY したりとか、ちょっとカスタムしまして、でそのまま車検いけるか見てもらいたいんですけど、まずこの壁のところですね、ここにちょっとパンチングモードでいろいろ DIY しまして、これってこのままでも大丈夫か見てもらっていいですかね。あまりに飛び出過ぎてると調理台面積とかに引っかかってくる可能性はあるんですけど、これぐらいでしたら大丈夫だと思います。あ、本当ですか。ベンチレーター自分でマグネットでつけたんですけど、あれってあのままでもいいですか。マグネットでの取り付けでしたら最悪、取り外すこともできますし、あの場所でしたら特に法令に引っかかってくることはないんで、全く問題はないです。わかりました。でキャンピングカーなんでこのカセットコンロ必要だと思うんですけど、これ購入した時についていたカセットコンロなんですけど、結構大きくてですね、例えばこんな感じで自分で買った使ってるちっちゃいやつですね、こんなんとか大丈夫ですか。加熱調理ができるかどうかっていう法令なので、特に大きいちっちゃいっていうのは関係ないので問題ないです。わかりました。この外部電源ケーブルなんですけど、こちらって必要ですか。車検の項目に
には特に関係ないので、乗せていただいててもなくても特に問題はないです。わかりました。はい、床断熱みたいな感じで断熱したんですけど、まあカーペットみたいなの貼ってるんですけど、これはこのままでも大丈夫ですか？そうですね、まあ、本来でしたら耐火の素材でできてるっていうのが条件なんですけれども、これおそらく置いてるだけなので。そうですね、もう置いてるだけですね。特に検査員の方から何か言われるとかはないとは思うんですけれども、もしも言われた場合だけ、外させていただいて通すっていう形になると思います。わかりました。なんかカーテンとかも燃えにくい素材じゃないとダメとか、キャンピングカーはありますもんね。難燃性の素材の証明っていうのを出して製作してるんで、後から変えたりするともしかしたら言われることもある可能性はあります。とりあえずもう貼ってなくて簡単にもうめくれる状態だったらその場で外せばいいっていう今のところ言われたことはないので。わかりました。そして次このサイクルキャリアなんですけど、これってこのままでも大丈夫ですか？通常でしたら、この長さまでいくと K の基準から外れてしまうんで普通車の枠になるんですけれども、サイクルキャリアというのは指定部品っていう分類にされてまして、後からつけて車の長さ超えてしまっても特に問題はないっていう部品になるんです。でそのサイクルキャリアの上に、手で回して取れるボックスがついてるっていうのでこのまま通すこと可能です。じゃあもうつけっぱなしで、そのまま通させていただきます。レカールシートは車検問題なくいけるって感じですかね？レカロブリッドですと、シートとレールメーカーが揃っていれば基本通るんですけれども、普通車の場合っていうのは、大体あまり見られることはないんですけど、軽自動車の場合、大体、シートとレールそれぞれの、証明書っていうのが車検に通りますよっていう証明が必要になってくるんで、用意しておいていただければと思います。で車検の時はこの販売証明書が必要になってくるって感じなんですね。そうですね、販売証明書というか取説とかと一緒になってる場合が多いので、買った時に受け取ったものを一通り用意しておいていただけたら。なんかありましたね。こちらでもどれが必要かどうかの判断はさせてもらいますので。わかりました。ちょっと今回忘れたんで、取りに帰ってまた明日持ってきます。よろしくお願いします。でこれ車検時結構レカールシートつけられる方は注意ですね。そうですね、特に軽自動車の方は注意していただければと思います。わかりました。ここにねちょっと当たって開かないでこのぐらいしか開かないんですよ。キャンピングカーでよくあることなんですけど、最悪整備でエンジンルームが開けれないっていう場合、もしかしたら椅子自体を外して作業させていただく可能性はあります。なるほど。じゃ結構手間になっちゃう感じ。ちょっと手間にはなりますけど、全然問題はないので。わかりました。すいません、よろしくお願いします。ここのサブバッテリーの鍵も忘れてしまいました。この鍵も必要です。やっぱキャンピングカー鍵が多いんでまとめてからダメですね。そうですね、なくしてしまうとキーシリンダーごと交換しないといけない場合もあるので、大切に保管していただければと思います。わかりました。じゃああと、車検の期間なんですけど、大体どのぐらいでできるんですかね？最短で、2泊3日ぐらいいただければと思います。2泊3日で。実際のところは点検させていただいて、どれだけの交換部品が出るかっていうところにもよりますんで、最終的に見積もりさせてもらっての決定っていう形でさせていただければと思います。じゃあ一旦預けて、他修理する場所ないか見てもらって、で最後に見積もりで OK かどうかで出す感じですね。ご連絡させていただきますので。わかりました。じゃあそれでお願いします。よろしくお願いします。台車借りました。パッソです。こちらで帰ります。パッソめちゃくちゃ快適です。今家帰ってきたんですけど、レカールシートの車検の適合証明書シートの方がありました。この中に共同試験合格の証明書がありました。そしてシート本体の車検適合証明書なかったんで、購入した大阪のトライアルさんに電話しました。すると、保証書ですね。ここに電話番号載っていて、僕自身が電話するのではなく、車屋さんが電話して、シートの清掃番号を伝えて、証明書を発行していただくそうです。これでレカールシートは大丈夫そうですね。今連絡がありまして、忘れ物していました。これインディのポップアップの板ですね。2枚入れます。これね、結構重量あるんで、やっぱり走行の重心を低くするために、普段あんまり使わないんで取っていました。いやー、すっかり忘れてました。これ車検に必要みたいです。
今からこちら持っていきます。ネジみたいなんで止まってたんですよね。はいはいはい。これですね。ちょっとネジが固定されとったんですね。そうそう、これって固定しないと車検で取らないですかね。固定しといた方がいいのはいいんですけど、陸時の検査員の判断にもよりけりっていう部分はあるんですよ。最悪だから向こうでちょっと固定させてもらう可能性はあります。じゃあこれですいません、お願いします。はい、よろしくお願いします。すみません、ありがとうございました。ありがとうございます。なんか大丈夫でした？一応持ってきていただいたポップアップしたところのマットを固定してくださいとだけは言われたので、今回ビスで止めさせてもらってますんで。止めとかないとダメなんですね。そうですね。陸運局にもよるところはあると思うんですけれども、うちが持って行ってるところでは言われるんで固定させてもらってます。ここを止めていただいたんですね。わかりました。レカロは大丈夫でしたか？一応レカロの方は証明書の提示は求められたんで、事前に準備していた分検査員の方に見せて無事に通りましたんで。はい。リアのサイクルキャリアなんですけど、これってこのままでいけました？はい、今回このまま通させてもらって、特に陸運局の方でもこれに関して触れることもなかったんで、問題なく通させていただきました。わかりました。そしたら生産の方お願いします。はい、よろしくお願いします。エントランスのドアストッパー交換させてもらいましたので、こちらの金額になります。わかりました。はい、今回の車検費用の詳細です。自賠責保険19,730円、有料税6,600円、印紙代1,800円。こちらは税金関係ですね。次が作業内容、交換部品、検査料です。検査計測料16,000円。車検整備代12,000円。事務手数料2,500円。エンジンオイル交換3,000円。オイルフィルター交換1,800円。フロントワイパー交換1,600円。エントランスドアストッパー交換1,340円。合計税込みで71,94円でした。すいません、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで今回キャンピングカーの車検初めてだったので、お店の方にご迷惑もかけ、必要なものも取りに帰ったりバタバタしましたが、無事終えることができました。A to Z 林営サービス山下さん、ありがとうございました。他店で購入したキャンピングカーでもメンテナンス受けてくれる神みたいなお店なんで、関西のキャンピングカーメンテナンス難民の方はおすすめです。今回の車検気になっていたことをまとめると、費用はトータル71,94円。期間は3日間。DIY したものはすぐに取り外せる状態だったら問題ない。カセットコンロは何でも OK。リアサイクルキャリアボックスは問題ない。レカロシートはシートとレール車検適合証明書が必要でした。ポップアップの床はネジで固定が必要。という感じになりました。勉強になりました。次はスムーズにできそうです。さあ、これでまた2年乗ることができます。これからもカスタムしていきます。最後までご視聴ありがとうございました。